簡単に言うとあれですか、ハンドメイドでこの革の財布といいますか、そちらで独立するには月いくら必要かということですかね。そう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 。だからそれに関しては次いきます。はい。レザー販売でやっていく場合、1ヶ月にいくら売り上げればいいのでしょうか。よろしく。はい。で回答が、月にどれぐらい必要かにもよりますが、ハンドメイドサイトで販売して生計を立てる場合だと、ざっくり欲しい給料の倍弱ぐらい売り上げがあればいいと思います。簡単に言うとあれですか、ハンドメイドでこの革の財布といいますか、そちらで独立するには月いくら必要かということですかね。そう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 。だからそれに関してはまず必要なお金計算したらいいんじゃないですか。そうやね。仕入れ何ヶ月分とか、例えば電気代あれこれそれって計算したのが必要なもんなんで、せめてそれは必要、食品も含めて。で何本売ったらどれぐらいの給料になるかっていうのを知りたい。数それは僕らの額例えば100万円売ったとしたらいくら残るかっていう。100万円売ったとしたら、例えばそのだからサイトによるんじゃないの。大体半分ぐらいはなくなるんじゃない。だから手縫いとミシンで作るのでやっぱまた変わると思うね。作れる個数が変わるから、数作ってまとめて作って、お客さんにコストを抑えて販売するっていう効率のやり方か、一点物でドカってやるかってところなんですけど、でも一点物で高いのを最初から多分売るのは難しいと思うんで、なかなかやっぱミシンで作る方が、だから例えば1万円で販売した財布を月に100個作れたら100万円の売り上げやろ、それで、材料費がいくらであって残りが利益、この辺ちょっと一回新進工房の例にして、これもまた別の動画でその新進工房の財布の原価を公開しようかなというふうにちょっと思ってるんで、それを参考にしてもらったら大体こんなもんかなっていうの出ると思うんで、またそちらの動画を見ていただけるとっていう感じですかね。じゃあ次いきます。はい。汗や雨でよく財布が濡れてしまいます、そもそも濡らすなって返答はなしでおすすめの革はありますかという質問に対して回答が、濡らすなっていうのはダメなんですね、わら。わらっていうんや。防水レザーやウォッシャブルレザーというあらゆる革で作られた財布なら、財布を持ったまま川や海に飛び込んでもらっても大丈夫です、という回答で。誰もが言うんですよ、濡らさんといてなってでちょっと濡れて染み入ったらもう全部濡らしてくれとか、ほんならもう色全部均一になるから、だからせめてその革でどうしても濡らしたくないというんであれば、本当に防水スプレーとかそういったものを塗って、もう極端に言うならお尻に入れないとか、結構汗で蒸れたりするんで、これもあれから濡らすな、濡らすのはあかんね。だからじゃあもうエナメル系のレザーに変えるとか。そうだからヌメ側が一番濡れたらダメっていうか、変形したりシミになりやすいんですよ。もうどうしてもそういうもんなんで、栃木レザーとか、その知ってるブライドレザーとかもそうだな。それを自分だけの色に染まったとか、そういうふうに解釈するというのがでまだクロムのやつやったらヌメに比べては水に対して強いんですよ。で傷にもなりにくい。なんでまだそっちの方がよくて、もう両方のニーズをうまいこと合致してるのはウォッシャブルレザー。そうウォッシャブルレザー、防水とかのレベルじゃなくて、もう洗濯機つくんで洗っていいっていうレベルなんで、それでやっていただけると、間違いないのかなという感じですね。そういう感じですかね。はい、次いきます。ワイルドマルワンズさんの、財布の綺麗な小刃ってどうやって作ってるのか分かりますか、という質問に対して、回答が、小刃塗りは職人によってやり方は様々ですが、結局何度塗り重ねるかが綺麗になる重要なポイントです、ということです。これに関してはちょっと一回龍馬さんにね、小刃のやり方、あの人綺麗でしょ、龍馬さん。その小刃の塗り方とかまだ短く動画でまとめさせていただこうと思うんですが、結局のところ何回塗って削って塗って削ってっていう手間をかけるかで綺麗になるんで、ただ僕らちょっとマルイドスワンズさんのことはちょっと知らないんですけど、なんか名前聞いたことあるけど俺も見たことないんで何とも言えないんですけど、その手に取ってって意味で、多分数塗ってんのかな。いろいろやり方があるねんな。もう職人によってまちまちで、紙やすりで削ってもう一回塗って、削ってもう一回塗って削ってもう一回塗って最後にトップコートする人もおれば、龍馬のやり方は塗って、なんていう溶剤で拭いて塗って溶剤で拭いてっていうのを繰り返して仕上げるとか。でも結局のところどの職人を見ても何回も塗るっていうのは絶対に外せないというか、そういう感じだね。だから化粧みたいなもんじゃないですかね。厚化粧というか、だから結局のところ時間かけないとできないという感じです。で最後の質問になるんですかね、これが。
皮のカットで何枚も同じものを切り出すと微妙にサイズが合いません。コツってありますが、という質問に対して回答が型紙に合わせて裁断せず、皮の上に型紙を乗せて銀ペンか目打ちで皮に線を引いて、その線に沿って裁断すると誤差が出にくいですっていうのは、まあ、これも実際実演してみましたよ、動画で。実演はい、まだねその時にね、まあ、軽く説明しますと、こう皮の上にこう型紙を置いてこうやって裁断すると、何個も裁断するとずれてしまうんで、こう皮の上に型紙を置きます。一回この型紙に沿ってこう線を引いて、これどけてこの線に沿って切ると、そしたらずれが出にくいと思います。でこれポイント何個かあって、銀面の上に置くとやや滑りやすかったりするんで、床面の方に型紙のして、かつその左右非対称のやつであれば型紙も逆さまにして、で線引いて、で線の内側をうまいこと切るっていうね。ほんだら線も残らんとか、でもその場合ミスって裁断した後にうわ傷あったってなりやすいっていう、だからよく見といてやらないと難しいです。で基本的に直線は刺しでやった方が綺麗に出ると思います。そうですね、直線は刺しで R のとこだけこう後で切るとかで、柔らかい皮はこう裁断包丁でいった時に一瞬こうつられてくるんで、まあ、ちょんちょんに尖らせるっていうかね、その方が良いのではないかと思います。で R 部分はこう1回でいくんじゃなくて、こう厚い皮やったらこう直線を何回も重ねてR にするというか、そういう感じですかね。はい、っていう感じの以上11個の質問をインスタで1日ストーリーでもらいました。で何個かの動画に関してはまだ詳しく、ちょっと少しだけ深掘りして分かりやすく、別の動画で回答させていただきますので、また皆さん見ていただけますと嬉しいです。今回ご質問された皆様ありがとうございました。はい、さよなら。